でーん。こんにちは、のすけです。今回はリンクスインターナショナルさんより PC ケースを提供してもらいました。最近の PC パーツの価格高騰で新しく自作 PC を組み立てるのはちょっと大変。でもそろそろ何かを変えたい気分。という人におすすめなのが PC ケースの変更。PC ケースに半導体は使われていないので価格が高騰していない。むしろパーツの高騰により自作 PC 全体の需要が減って PC ケースの価格は下落傾向にあるような気がします。そんな PC ケースの中で最近人気なのがオキノスのエアークロス。このオキノスのエアークロスをレビューしていきます。オキノスというメーカー、初耳だったのですが、最近できたアメリカのメーカーみたいです。PC ケースを中心にファンとかケーブルも取り扱っているみたい。このエアークロスという PC ケースは名前の通り究極のエアフローを目指した PC ケースで、結論から言うとなかなか良い PC ケースでした。ダラララーン。横から見るとこんな感じ。奥行きが 468mm、 高さが 462mm でほぼ正方形。 ATX に対応するミドルタワーケースといった感じ。パネルは上部が透明の 4mm 強化ガラス、下部がメッシュになっています。フロント側はこんな感じ。幅は 238mm、 上部はメッシュパネルで 140mm のファンを2個搭載。下部にウォールナットがあしらわれていて、その右縁が金属の電源ボタンになっています。裏側はこんな感じ。下の方がメッシュになっているようです。後ろはこんな感じ。上部に 140mm までのファンが搭載可能。グラブは横置きのみの対応となっています。おう。各パネルはワンタッチで取り外しが可能になっているので、メンテナンス性も十分です。あ、ファンがついた。リア用に 140mm のファンが同梱されていました。追加のファンを買わなくてよいのはありがたい。あとウォールナットのサンプルもついていました。天板を分解。こんな感じのスタッドで連結されています。作りがいいですね。なんかね、こういうところが安っぽくない。まあ何が良いと言っているのかというと、金属の単面が整っているということです。安い PC ケースだと撫でるだけで手が切れてしまいそうになりますが、この PC ケースは安心して撫でることができる、そんな感じです。フロントのメッシュパネルはプッシュリリース方式なので簡単に外せます。これで外れる。悪くない。メッシュパネルの作りも良かったです。じゃない、140のファンが2つついてました。追加のファンを買わなくてよいのはありがたい。おう。ちゃんと裏も外れる。あ、で、下がこれメッシュになってるんだ。下がメッシュになってます。指2本分入るぐらいの奥行きがあります。多分 HDD のブラケットです。2.5 インチのブラケット。全部外すとこんな感じ。分解した感じの作りはとても良い感じです。ここにファンが入ってるんだね。ファンの周りもすごくいい感じ。なんかこの手切りそうな感じとか全然ないんで、すごくいい感じです。この木もすべすべで気持ちいい感じがしますね。スイッチはちょっと固め。結構このケースの特徴が、このスペースに電源が入るみたい。あとバックコネクトに対応しているのでたくさん穴が開いています。とりあえず搭載していきますか。電源はアンテックの GSK ゴールド 750W。最近の PC パーツ高騰に資金力が耐えられなかったので PC パーツはリンクスさんに貸し出ししてもらいました。ファンを上にしても下にしても両方とも取り付けられるみたいです。
今回はファンを下にして取り付けます。すごい。ここにスポンジがついてるんで、電源の振動も吸収してくれるみたいです。初めて見た、こういうの。電源を取り付け。余裕で入る。すごく余裕がある。付属の延長ケーブルを電源に接続。この方向に電源を取り付けるのが肝なんですが、その理由は後ほど。マザーボードは ASUS の TUF ゲーミング B650 プラス Wi-Fi。これも貸し出し品。フォームファクターは ATX。残念ながらバックコネクト対応マザボではないので、バックコネクトのレビューができない感じです。CPU は Ryzen 5 8500G。メモリーは Lynx の DDR5 5600。メモリーはキオクシアの Xperia Pro。手持ち品です。マザーボード取り付け。電源ケーブルの取り付け。で、これがこの PC ケースの良いところ。電源コネクターがこちら側を向いているので、コネクターの位置が分かりやすい。奥まったところについている PC ケースだと、コネクターの位置を確認するのに、電源を外す必要が、なんてことがあるので、電源をこの向きに配置したのは大正解だと思います。マザボ側にはグロメットがついているので、みすぼらしい感じもしないです。マザボードの下部にも適切な位置に穴が開いているので、ケーブルを取り回ししやすい。ストラップも使いやすい位置に配置されていると思いました。フロントとマザボの下部に付属していたファンはデイジーチェーンで配線がまとめられているので、ファンの配線がごちゃごちゃになりにくいのも良かったです。同梱されていた 140mm ファンをリアに取り付け。ここに謎のスペースがあるんで、ここに配線を押し込むことができて、すごく余裕のある設計だなと思いました。忘れてた。グラボ。ASUS のプライム RX9060XT。でかい。でかいグラボだ。でかい。あ、ここに止めるのがついてるんだ。かっこいい。レイディオン。かっこいい。でかいでかいと思っていた 2.5 スロー 304mm のグラボなんですが、余裕で PC ケースに収まりました。この PC ケースは最大 400mm のグラムまで搭載可能みたいです。このブラケットでグラボを支えます。ちょっとグラグラかも。ここの幅がこれ以上狭くならないんで、いわゆる3スロット分のグラボの場合にちょうど良いようになってるみたいですね。裏配線はこんな感じ。ストラップがあるのでそこそこ綺麗にまとめられたと思います。あ、CPU クーラーを忘れてた。CPU クーラーはアップヒアの UE エリート2かな。シリーズホワイトって書いてあったけど、中身は黒いのが入ってた。まあいいか。AMD 用のリテンションキットを取り付け。CPU グリースは同梱のものを使用しました。このタイプの CPU クーラー、マザボを PC ケースに組み込んだ後に取り付けるのはなかなか至難の技なんですが、天板側の開口部が大きかったのでどうにか取り付けることができました。で、もう一つ忘れていたものが、ケースファンがない。ケースファン買わなくちゃだな。オキノスのファンで揃えたかったのですが、買えなかったので某 N 社のファンで代用します。
天板には AIO を搭載することもあるので、空冷 CPU クーラーを使う場合のファンは同梱されていませんでした。AIO の場合は長さ 360mm まで搭載可能で、厚さが 55mm 以下であれば、リアのファンは 140mm まで取り付けができるようです。空冷 CPU クーラーの場合、120mm のファンなら3個、140mm のファンなら2個まで搭載可能。今回は 140mm を2個にしました。今回は光るパーツなしなので、ちょっとだけ光り物を追加。RGB。アドレッサブル RGB ストリップを取り付けます。間接照明になるように、この裏にマグネットで貼り付けました。表側から見るとここにこういう風に間が空いていて、でここにファンがあるので、この下から空気が入って上に抜けていくはず。配線を整えて組み立て完了。ピン。完成しました。黒でまとまっていて渋かっこいい。控えめなフロントのウォールナットが良い感じです。いきます。スイッチオン。あ、動いた。ちゃんと動いた。ちゃんと動いた。問題なく起動できたので Windows をインストール。と、ここで一つ気になることがあるようです。リセットボタン USB 3.2 3.2 3.2 Gen 2、あとヘッドホン端子。ただリセットボタンここにあると上から何か落とした時に当たって押しちゃいますよね。これはあまり良くないと思います。ということでセットアップして性能を確認。FF15 ベンチを1時間ほど回してみました。約1時間後の GPU 温度は68度。グラボのファンは 1400rpm ぐらい。ケースファンも 800rpm 以下なのでとても静か。さすが冷却性能に重きを置いた PC ケースです。と言いたいところなのですが、RX9060XT のようなローエンドで室温も20度ぐらいだったので、よく冷えるのは当たり前な気がします。ということなので、ちょっとこれで実験をします。まあこんなもんか。ちょっとボコボコだけど、これで明るくなるはず。こんな感じでケース内に光源を設置してみました。そしてこのスモークマシン、PC パーツがベタつかないように液体は揮発性の高いプロピレングリコール 100% にしています。まずはフロント下側のファンからスモークを入れます。FF15 ベンチを連続運転しているので、グラボのファンは 1400rpm ぐらい、ケースファンは 800rpm ぐらいです。フロント下側のファンから入った気流はグラボにぶつかりつつ、主に CPU クーラーのファンに行っているようです。これは大体ホームページの説明通り。次はフロント上側のファンからスモークを入れます。フロント上側のファンから入った気流は半分が CPU クーラーのファンに、あと半分は天板のファンに吸われているようです。これも大体ホームページの説明通りなんですが、天板のファンがない方が CPU クーラーのファンに多くの気流が行く気がします。 AIO なら天板のファンがあった方が良いですが、空冷 CPU クーラーの場合には天板のファンはない方が良い気もします。次はテーブからスモークを入れてみます。テーブのファンから入った気流はがっつりグラボに当たっているようです。これはホームページの説明通りでグラボを効率よく冷却できていそうです。ちなみにテーブのファンとグラボの間に距離があるのはファンの回転方向による気流の干渉を低減するためではないかと思います。ということでオキノスのエアクロスをレビューしてみました。まとめるとこんな感じ。特に電源の位置と向きが秀逸だと思いました。PC パーツが高騰していますが、
相対的に割安感のある PC ケース、気分転換に変更を考えてみるのはいかがでしょうか。ということで今回はここまで。エアクロスのエアフローがよく分かったという人は高評価、こんな感じの技術的なレビューをもっとやってほしいという人はチャンネル登録をお願いします。ではでは。